はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は、イベントお疲れ様でしたということで、春イベント2021激突運河沖野戦がね、終了しました。いやー、長かったですね。5月の上旬でしたよね、始まったのが。それから2週間して、講談作戦、そしてそれから約1ヶ月のね、間の、作戦期間だったので、かのやさん、こんばんは。皆さんも今回のイベント、いろいろ大変だったと思いますけども、攻略された方、またね、難易度をいろいろ調整された方いらっしゃるかとは思いますけども、いろいろ思うところもあろうかと思うんですが、無事に終わって、良かったなというところです。金谷さん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。そうですね。一応良かった点とかね、悪かった点とか、いろいろあるとは思うんですけど、それを話してるとね、話がまとまらなくなる可能性があるので、総括は、別のところで、してもらうとして、私のところではね、攻略できましたので、まずこれで良かったなというふうに思っています。それで今日の、お題ですけども、巡洋艦船体の演習ということになっています。こちらは今回新たに追加されたイヤー任務ですね。出撃ではなくて演習なんですけども、重巡洋艦4隻、随伴の、駆逐艦2隻、計6隻で、5戦5勝、B 勝利以上をねすれば達成ということになりますので、こちらの任務を今日はやっていきたいと思います。そして、今日その途中で今日サムネイルにしてますのは古高型のね過去なんですけども、かのやさん、イヤリ任務いっぱい来ましたね。そうなんですね。任務がだいぶ増えちゃってるので、今日はこの任務させていただきますけども、順番に、その任務をね攻略するところを配信していこうかなというふうに思っています。で今日の途中でね雑談みたいな話をしていくんですけども、青葉型のね重巡洋艦の、ちょっとしたお話をね交えながら攻略していこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは、早速ね任務の方に移っていきたいと思います。はい、こちらの、巡洋艦船体の演習。かのやさん、過去を見たみんなの意見、君誰？そうですよね。最初アップデートでね、他にも多数のね新ビジュアルが加えられましたけど、初めて見た人はね、誰だこの人っていうふうに思ってしまうでしょうね。そして任務の方はですね、こちらに書いてあります通り、航空巡洋艦を機関に含む4隻ですね。巡洋艦隊を機関として、随伴駆逐艦2隻、計6隻の
艦隊の編成で今日の公開勝利しろとまあ勝利ではないのでね、そこはいいんですけども、なので今日はちょっとまだ対戦相手をね見てないので、勝たないといけないので、ちょっと装備に関してはね対戦相手に合わせてちょっと変更はしていきたいなと思っております。では最初のお相手はどんな方かな。つゆか、まあなんだ、私は好きだな。なんか落ち着くよね。な、古田が。お、それ何？はいまあ梅雨が大好きということでね、最初のお相手は、こちらですね。駆逐艦従順と戦艦と空母の編成ですか。これなら野戦まで行けばいけそうですね。ではこのまま戦闘に入っていきたいと思います。演習スタート。一応編成の方は旗艦に過去、従順の古高、青葉、衣笠、そして駆逐艦からは吹雪と村雲になっています。では戦闘スタートです。過去は大丈夫？そんな、ダメです！古田が見てくれてた？やだ、ありえない。索敵も砲撃も雷撃も青葉にお任せ。ほら、もう一発。お願い、当たってください。はい、戦闘中ではあるんですけども、ちょっと雑談していきたいと思います。敵のレーダー実はまだこちらに気づいてないよ。青葉型従順洋艦ですね。今回一緒に出撃しています、古高型が前の型ということにはなるんですけども、実質的には同型同型艦というふうに位置づけられている、青葉型、こちらも、近代化改装をねされております。その内容としては、砲戦雷撃戦能力の大幅な強化、居住性や諸設備の更新で長期の活動能力、継戦能力も高められているそうです。過去スペシャルを食らいやがれ。巡洋艦としてのね能力が総合的に向上したということだそうです。過去は大丈夫？そう、索敵も砲撃も雷撃も青葉にお任せ。もう一発。そうですね、その回収された箇所というのも、数はそれなりにあるので、大まかにね9つほどちょっと紹介をしていこうかなというふうに思います。と言ってる間に最初の戦闘は終了で勝利ということですね。相手がちょっとね重量編成だったので多分 S は無理かなと思ってましたけど、まずは勝利と。衣笠さん最高でしょ。帰ったら青葉に自慢してやろうっと。はい、作戦が完了したというもうね過去はすぐ寝ちゃうというか、そういう設定になってるのでね、
魚雷と砲弾しっかり積んでね。あ、油も忘れちゃダメだよ。まあ、今回、演習任務をね配信してるんですけども、これにも一つ理由がありまして、前回まではねイベントを配信してましたので、それ以外の出撃は一切、遠征もね出したりはしてたんですけど、マンスリー遠征がね全く手をつけてなかったものですから、それをやった結果入居している乾物がね非常に多くなってしまいまして、ちょっと出撃できるような状態ではないということで、今回は、演習任務をしております。その代わりねちゃんと遠征は全て終わっておりますので、ここは心配はいらないということですね。それでは、第2戦、お相手はどんな感じかな。あ、出たな。潜水艦出てきちゃったな。これだと装備変えざるを得ないので、駆逐艦の装備を変更します。勝たないといけないのでね。ソナーと爆雷ですね。司令官、ありがとうございます。この装備、これならもっと頑張れます。ちょっと強めに変えていかないとね、司令官、倒せなかったりするんで、こういう時にね、従順洋艦の場合は本当対戦能力が悪くはないわ。ありませんのできついですね。いいわね。こういうのを待っていたのよ。やればできるじゃない。いいけれど。これで、いいですね。では演習の2戦目いきたいと思います。陣形は単王陣。ぶっ飛ばす。はい、続けて、紹介をしていきたいんですけども、最初は、環境ですね。船の、中心部になります。戦闘や、航海用の設備を拡充していたそうです。かごやさん、光線に全員積んでも、潜水艦では分が悪いですね。そうですね。航空巡洋艦であればね、多少戦えますけど、それでも数値が本当に低いですから、多分いるだろうなとは思ってたので、装備の縛りはねしないつもりでいましたそうすると攻略できないのでね、仕方ないね。まずは勝利ですね。やりました。司令官のおかげです。はい、2回目これで、終了ですね。作戦が完了したという報告。それでは続きになります。一番上のところには、6メートルの測距機を持つ94式包囲板を装備。中距離以降でも有効な射撃式ができるようになりました。羅針環境を1交番分上げて拡大。頂上上には防空式場を新たに設置したということでね、環境も、当初本域戦だけではなくて、対空戦もね想定しての改装をしていたそうですね。そして次に紹介するのは煙突ですね。
ちらは外見上ほとんど変わってはいないんですけども、古高型に比べると第二煙突ですね、こちらが太くなっているそうです。こちらは予算の問題でね、重油洗浄管にするということをねしたんですけども、古高型のはそこを管の配置をね変更したりとかしてたんですね。ただ青葉型はそこまでちょっと手を入れることができなくて、わずかな階層と。ですから本当に煙突の部分がね若干違っているところがあるそうです。魚雷と砲弾しっかり積んでね。作戦会議古高から聞くからさ、それじゃダメ？では次の第3戦目の相手ですね。どんな編成かな。今度は水雷戦隊なので、駆逐艦やっぱり装備変えないとね活躍できないから、ここはまた装備の方の変更をします。ここでね役に立つと思うこの装備展開のね新たなものなんだけど、あんまり活用してないのでちょっと使ってみようかな。司令官、ありがとうございます。これで切り替わったようですね。ちゃんと持ってるとこのように切り替わるみたいですね。悪くはないわ。いいですもらっね。てあげる。こうやって使うとかなり便利に使えますね。あとはそうか、装備して記録しないといけないから、じゃあ今はまずこのままでいいですね。本撃専用の装備に変更します。それでは、3戦目いってみたいと思います。はい、それで次の紹介するのは、航空兵装になります。新型機にね対応する射出機へ強化されたそういうことでね。雷撃も青葉にお任せ。私の前を遮る愚か者め。カモヤさん、アップデで追加された穴装備のノックが何気に便利。攻撃を集中だ。いけー。そうですね。あちらの補強増設の部分もね、何気に増えてたりするんで、多分ここら辺の装備はだんだん強化されていくんだろうなというふうに思いますね。そして演習はようやく今日初の処理。パチ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 。みんなお疲れ様。やるときはやるんだよ。だから帰ったらいっぱい寝かせて。作戦が完了したという報告。
魚雷と砲弾しっかり積んでね。あ、油も忘れちゃダメだよ。これで、3勝となりましたので、今達成率は 80% になっています。ちょっと、隠れちゃって見えないかもしれないんですけど、あと2勝ねすれば達成ということになりますね。はい、それで射出機なんですけども、ちょっと読み方が間違ってたらすいません。呉式2号5型に変換装したそうです。航空機は回送時に94式水上偵察機、対米開戦前には零式三座水上偵察機2機を搭載していました。ですから、通常偵察機というのは艦からね、この射出機から、飛ばしてっていうことになるんですけども、これを最初に装備したのがこの青葉型ということになっています。その後、徐々にね、その装備も強化されて更新をされていったそうです。はい、そして次に紹介するのが、やはり海戦の花といえば、水雷兵装ではないでしょうか。先ほど紹介をした、航空兵装があるんですけども、そのちょうど下のところに、魚雷発射管を装備しているそうです。当初は92式61センチ4連装魚雷発射管を片舷1機ずつ計2機を換装、93式酸素魚雷で自発装填装置も含め16本ね装備していたそうです。ちょうど発射管がそういった環境にありましたのでね、波浪の影響を避ける航空機の作業甲板下に変更されていたので、やっぱ野ざらしにされているよりは隠れている方がね、整備しやすいということで変更されているそうです。そして、先ほどちょっと煙突の話をしたんですけども、機関に関しては特に大きな改良というかね、艦の配置は全くそのままの状態ではありました。ただ、浸水をね極限なくすための中央隔壁だったために、浸水時はねちょっと傾斜が傾きやすいといったちょっと欠点があったりして、これは水中防御上の仕方ないところなのかなというところなんですけども、一部の改良にとどまっています。それでは4戦目、行ってみたいと思います。さて今回の4戦目はホノルルが旗艦になってるな。なるほど、フーミーが入っているね、これね。そしたら駆逐艦村雲だけね対戦装備にします。悪くはないわ。もらってあげる。せっかくなんでね、今日はこの装備をそのまま記録させておこうと思います。やればできるじゃない。いいけれどこれを装備記録に合わせて、第2装備に装備を記録、そしてロックということで OK ですね。それでは4戦目ですね、行ってみたいと思います。
通常潜水艦が相手の場合はもう私の場合は全て単王陣でね行っていきますので、今回も単王陣でいきましょう。ぶっ飛ばす。はい、それでは続いて紹介するのは、バルジですね。よくカンムスの言葉で言うところの、バルジに関しては過去は大丈夫？そうあまりねいい表現をされないっていうのは、索敵も砲撃も雷撃も青葉にお任せ。砲撃を集中だ。私まあは船愚か者の、め両側にね、沈めお願い。増設するという形を取るわけなので、砲撃を集中だ。いけ。結果的には船の、安定感がね増すということもあるので、いいことなんですけども、そこはやはり、女性の視点から、体重関係ですかね、排水量が増えるとっていうことであまり歓迎されないのかなというふうに思われるんですけども、過去スペシャルを食らいやがれ。当然今回はね、古高見てくれて古た。高型よりも大型のバルジをね装備しております。この変態過去は大丈夫？そう索敵も砲撃も排水量の雷撃も増加に対し青葉にお任せ。浮力の維持のため、古高型よりも幅広で高さのある大型バルジをね、青葉型では装備をしています。なので、船体の、縦強度もね、補強されているというところだと思われます。私たちの役割がたまたま目立っただけなんです。これが従順洋艦なんですよ。ね、これがね、従順洋艦なんですよね、ということで、今回カモヤさん、古高ですね。カンムスにしたら、横原のお肉扱いなんですかね、バルジ。作戦が完了したという。多分、そこは女性視点の目線なんだろうなというふうに思われますね。そして、続けて紹介するのが、装甲防御ですね。この部分に関してはですね、結論から言うとですね、ほとんど手が入れられてなかったということだそうです。今回というか、古高型までの従順洋艦というのは、20センチ砲、単装砲を装備していたんですね、当初はですね。しかも、搭載しているその砲弾もですね、すべて人力で搭載をしていたということで、大変現場が大変だったということで、20.3 センチ砲に主砲を換装した際に、これをほぼ人力ではなくて機械式に装填することができるように改良されています。ただ薬剤に関してはやはり取り扱いが非常に危ないので、そこだけは人力で、他は全て機械式にできるように大幅な改良を遂げられています。あまりね、ここはゲームとは直接関係ないんですけども、実のところを言うと、従順洋艦でも鉄鋼弾ですね、運用をされていました。砲弾の威力も増して、防御力もね高まっているような改修をしてあります。ただね、ゲーム上では3式弾搭載までにとどまっています。ここはあまり深く追求しないでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。これで4戦4勝と
残すところはあと1勝ですね。魚雷と砲弾しっかり積んでね。作戦会議古高から聞くからさ。では今日最後の相手は、こちら島風さん単体でした。まあ演習だからね、仕方ないね。このまま、戦闘していきたいと思います。はい、ありがとう、ゼカマシ。そして最後に紹介するのは居住性ですね。よく足柄さんとかね、飢えた狼とかっていう風によく言われることがあるんですけども、従順洋艦というのは、まあ、戦闘艦ではありますけども、まあ、戦闘以外にもね、たくさんやることがあるので。衣笠さん最高でしょ。帰ったら青葉に自慢してやろうっと。まあ、その作戦行動をするにはやはり、居住性が向上しないといけないということで、作戦が完了したというまあ、先ほど魚雷発射管のお話をしたんですけども、もともとは魚雷発射管がちょうど船体の真ん中に装備されていたんですね。まあ、それを、撤去して、その空いたところに、居住区を新たに設けることができました。ですから、ちょうどですね、船体の中央部煙突らへんになるのかな。まあそのため、まあ、風通しとかね、まあ、防毒の装備とか、まあ実際目にすることは少ないんですけども、新たに乗った乗客とかね、まあ、その、まあ、人たちのための生活するための空間とかっていうところを、まあ、大きく取ることができて、まあ、作戦行動がねしやすくなったということですね。ですからただ単純に攻撃力が防御力がっていう話ではなくて、まあ、総合的な点で、近代化改修を行われていたそうです。なかなかね説明私もうまい方ではないので、まあ、少しでも伝わればいいなと思って、今日はポイントごとに紹介をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、細かな戦歴とかね、まあ、そういったところもありますけども、まあ、形を変えて少しでも伝えられることがあるかなと思って今回はこういう方法をとってみました。はい、そして任務の方もねこれで攻略できたと思うので、受領の方をしていきたいと思います。はい、こちら巡洋艦船体の演習達成ということで任務の受領をしたいと思います。今回はねこちらの3つの中からの選ぶことになるんですけども、まあどれもね必要な装備ですよね。非常に迷うところではあります。まあ私のところでは見張り員くんたくさんいるけど星付きはないので欲しいので見張り員くんを選んでいきたいと思います。こちらですね。はい、燃料弾薬500、そして、給料艦、
そして熟練見張り員星2をね、ゲットしていきます。はい。これで、こちらの任務は完了と。それともう一つ、こちらも新たに追加された任務で、海軍交渉の再整備というね、単発任務ですけども、こちらの方もちょっと裏でやってましたので、任務の受領をしていきたいと思います。こちらもね、こちらの3択ということになりますね。高速建造材、開発資材と特注家具職人ということなんですけど、そうですね。今回も特注家具職人かな。選んでいきます。はい。そして、新たな、選択、また3つ出ましたけども、これはどうしようかな。これは真ん中の新型分身装備開発資材を選んでいきます。はい。鋼材を300。特注家具職人。そして新型分身装備開発資材を選んで、完了したと思ったら任務が増えた。あれ？任務減ると思ったら増えましたよ。これが今回も新たな任務か。いいでしょう。こちらも順番に攻略していきたいと思います。本当に今回いくつ増えたのかな。本当にね、アップデートごとに任務増えますので、ちゃんとやっていかないと追いつかなくなっちゃうんで、私の方でも頑張ってやりたいと思います。はい。それでは任務の方は以上になります。はい。それではね、今日の、内容からいくともう最後ね、今日は何の日コーナー、こちらの方をやらせていただきたいと思いますので、少々お待ちください。準備をいたします。かのやさん、発展型で潜水艦電炭ゲットしました。金谷さん、情報ありがとうございます。なるほど、潜水艦の電炭ですね。なかなかゲットできない装備がゲットできるみたいですね。了解です。私もちゃんと調べてそこはゲットしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではね、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。今日はね、演習任務ということでやらせていただきました。いかがでしたでしょうか。途中でね、青葉型の、紹介とかさせていただきましたけども、今後もね、こんな感じで、進めていく予定です。なので、ぜひね、また次回もよろしくお願いしますと言ってまだね終わってないんですよ。すいません。では今日は何の日ですね。こちらの紹介させていただきたいと思います。本日6月26日はこちら、露天風呂の日となっております。日付の、露天風呂、露を6、天は、数えないと。武を2、
ロー6、合わせて626語呂合わせですね。本日が6月26日は、そういった語呂合わせで、1987年昭和62年に、設定されました。制定されましたね。露天風呂、皆さんもね、何度も入ったことがあろうかと思うんですけども、私も何回くらいかな入ったことあるんですけどもね、やっぱり外で入るお風呂っていうのは風情が違うので、とても気分的にもリラックスするし、いいものだなと思います。露天風呂に簡単な説明ですね。野外や屋外に設置された屋根や囲いを設けない風呂のことですね。温泉の入浴の原風景とも言えるそうです。景色を眺めながら入浴することができる、開放感を味わえることから、温泉の中でも、特に人気が高いということでね、当然といえば当然かもしれないんですけどもね。ただいまね、この、画像にしております、こちらが、違うかな。すいません。湯の原温泉というね、温泉があるんですけども、こちらが1981年の昭和56年に、露天風呂番付西の横綱にランクされたと。何のことかと思われると思うんですけども、露天風呂のね、番付をね、お相撲さんになぞらえて、作ったみたいです。こちらは温泉評論家という方もやっぱりいらっしゃるようで、野口冬人さんっていう方が、中心になって進められたそうです。選考の基準に関しては、利用の有料や無料、公共性、管理、周辺の環境など、そういったものを勘案してのランク付けだったようです。だんだん番付がね、上の方に行けば行くほど、扱いは大きくなって、下に行けば行くほど、見づらくなっていくっていうのはちょっと言い方があれなんでしょうけど、ちょっとちっちゃい文字になっちゃうというね。そこはちょっと見やすくなってるのかなっていうふうには思われますけど、一応番付表はこんな感じになってるみたいでした。はい。東の横綱は群馬県の宝川温泉、当時はそのようになっていたそうです。これ以外にもね、お風呂は26日は風呂の日というふうになっておりますし、この26に合わせて2月6日はお風呂の日、他にもあったりするので、調べてみると面白いのかななんて思って今日はこちらの露天風呂の日6月26日紹介させていただきました。今はなかなか、お出かけするのがね難しいことではありますけど、きつねぶどうさん、こんばんは。イベントお疲れ様でした。はい、きつねぶどうさんもイベントお疲れ様でした。今日はねちょっとまだ出演できる体制に整ってなかったので、練習という形の配信をさせていただきました。そして露天風呂という感じでね、
締めさせてもらいたいと思います。はい、ということで、本日の任務もこれで全て完了ということになりました。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日もね、最後まで、お付き合いいただきましてありがとうございます。次回も任務の方をね、やっていこうと思いますので、ぜひね、またカンコレ楽しんで皆さん行きましょう。それでは、また次回もここら辺の時間かな、もうちょっと早い時間にやるかもしれないんですけども、よろしくお願いします。それでは失礼いたします。